今回は造形村さんの3種類の筆を比較してみたいと思います。ボクさんの造形村というブランドでは3種類の筆が販売されてるんですけども、一つが青の天下と言われるものと、茶色いラベルのナイロン、あと緑ラベルの猫毛、この3種類ですね。なんでこの動画を作ったかというと、一番最初にじゃあ造形村さんで筆を買おうと思った時に、やっぱり3種類売ってるんで、どれを買っていいのかっていうのが迷ってしまうというのと、青の一番太い筆は定価で1100円するんですけども、このナイロンがですね、筆の種類、これも4種類あるんですが、どれも600円なんですね。前回のメイクの動画で、コストの安い質のいい筆があったらいいなって自分で思ってたんで、ちょっとこれを試そうと。で、そのついでに、この猫毛の試してみようということで、今回の動画を作っております。まずですね、茶色のナイロンの筆で描いていこうと思います。ナイロンの筆は、青い筆に比べると、弾力がとてもあってですね、穂先が曲がりづらいっていうんですかこういう感じ。で、わかんないですよね。これ書くとすごくわかりやすいんですけど、なんて言えばいいのかな。腹の部分はすごくコシがあってですね、硬いんですけど、穂先はとても繊細なんで、柔らかい感じがします。7番で書くようなちょっと感覚と違いますね。さっきも練習で書いたんですけども、細い線がちょっと私今この、筆だと書きづらいというか、ちょっとわかりづらいんですけど、穂先のですね、この、なんていうのかな、運転で言ったら遊びみたいなところが結構狭いので、本当の先っぽで書かないと細い線が結構書きづらい。私が使ってる7番っていうのは比較的ですね、ゆるゆるに書いても細い線がピッて書けるんですけど、この指が穂先立つすると、こう表面を書くときに7番はこう少しこれ弾力があってこういう感じなんですけど、ナイロンはですね、ここが硬いので穂先がこうギュッて曲がっちゃうんですよね。こういう違い。こういうなだらかな曲がりと、こういう違いがあってですね、青に比べると書きづらい気がします。これもですね、慣れなんですよね。この筆で慣れていくと、これ、普通のメイクとか全然できると思うので、今は、ナイロン系の筆は、時間が経過すると、こう、よれてきちゃう傾向があるので、長期で使うんだったら、天下青の方がいいかなと思います。うまく伝わるかわからないんですが、右がナイロンですね。で、左が青の天下の方なんですけど、これをですね、同時に書いてみると違いが結構わかるんですけど、わかります？左手、わかります？わかんないですね。これどうしようかな。全然わかんないじゃねえかよ。筆比べてみましょうか。今ナイロンで書きます。先っぽの細さがちょっと微妙かなっていう感じがしますね。なので、本当の穂先で書けばかなり細いんですけども、少し油断すると線が太くなっちゃう。そういう感じの感触です。7番はですね、結構細いので、こういう細い線がですね、書けて、多少穂先が曲がってもですね、いきなり線が太くなるっていうことがないんですね。かなり書き心地は違いますね。これがナイロンの筆です。続いて青の猫毛の方をやってみます。猫毛の第一印象は青の天下と同じ感じですね。
コシはそんなになく、とても柔らかい感じがします。穂先がとっても細いので、青と同じ感覚で描けますね。筆がしならないっていうんですか。でも、変な違和感はないので、こういう細い線、すごい描きやすいですね。ちょっとまつげも描いてみましょうか。これも、すごい描きやすい。描きやすい。描きやすいしか言ってないんですけど、柔らかい筆先が好きな人はこっちの方がいいかもしれないですね。で、さっきと同じようにですね、もう少し近めで比較してみようと思います。ナイロンとの決定的な違いは、この筆にですね、絵の具をたくさん含んでも、穂先が膨らまないので、細い線が描けるんですよ。で、先ほどのナイロンは、絵の具を含ませちゃうと、穂先もこう、ちょっと膨れちゃうんですよね。だから、絵の具の量っていうのを結構シビアにしないといけないんですけど、この緑の猫毛は、たくさんこう、ベタっと、今ちょっと見えないですけど、こうベタっとつけて、ちょっとしごいて、穂先にいっぱい含んでも、これちょっと含みすぎなんですが、こう細い線が描けるので、絵の具をつけたりするっていう頻度が低いんで、これはメイクするときとてもやりやすいですね。メンソ筆は何個か試したんですけど、書き心地とか硬さとかっていうのはいろいろあると思うんですが、やっぱり穂先が細くて、細い線がストレスなく描けるっていうのが、一番重要かなと思うんですよね。そういう意味ではこの猫毛っていうのは全然青と同じ感じで描けるので、おすすめですね。はい。はい、そうです。で、最後に青の点毛で描いてみます。これは普段使ってる筆なので、これが基準にはなってるんですけど、私のこの筆使いっていうのは、7番をうまくこう、なんて言うんですか、こう発揮できるように、書く癖がついてるので、ある程度細い線とかが普通に書けて、全然当然なんですけど、以前青の5番を買った時に、ちょっと穂先の状態がですね、良くなくて、全然この細い線描けないっていうのがあったんですね。それなので、こう、いい筆でも、穂先の状態の良し悪しで、こう細い線が描きやすい、描きにくいっていうのがあるっていうのが分かったんで、さっきのナイロンも一概に描きにくいとは言い難いんですけど、それも何本も買って試すっていうのは、ちょっとですね、財政的にできないので、なかなか難しいところですね。穂先の細さは多分7番と同じだと思うので、細い線っていうのは同じように描けると思います。値段が同じなんでですね、青とこの緑のどっちがおすすめって言われるとちょっと悩みますね。今回この3種類を比べてみたんですけども、この緑の猫毛が一番描きやすかったです。緑が新品だから描きやすいのか、そこら辺っていうのはやや疑問ではあるんですけど、細く、太く、細くっていうところがすごく自然に描ける感じですね。で、7番はとにかく細い線をずっと描けるっていうそういう感じなんで、どっちがいいかって言ったら、青なのかなとも思うんですけど、今の感触ですと緑なのかなってそんな感じですね。ナイロンはですね、今描いた感じだと、細い線がすごく描きづらかったんで、1番とか2番とかですやるともう少し違うかもしれないんですが、安いんですけど、あまりおすすめは今のところしません。もし、どっちを買うか迷うっていう人は、モデルにですね、もっと細いモデルがあるんですけど、青の3番ですと900円。緑だと4番になるんですかね。そうすると850円でちょっと安いので、短い筆を2種類買うっていうのもありかと思います。ただ慣れるとですね、どっちか1本しか使わないので、なかなか2本買うっていうのは無駄にもなるんで、度胸いるんでですね、悩ましいところではあります。
あまり明確な答えが出なくて大変恐縮なんですけども、同系村さんの筆を比較してみました。またですね、他の種類とか入手したら、比較動画作ろうと思いますので、お楽しみにお待ちください。はい、今回も動画をご視聴くださいまして誠にありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。では、またね、バイバーイ。